ダリホー、自爆少年花子くん考察学園のキャラ声でーす。今回は最新巻15巻ラストに登場した赤い家の謎と花子くんにそっくりな男の子について解説&考察していきます。今回の動画には自爆少年花子くん15巻以降の話が含まれますので、ネタバレが嫌だ、苦手だという方はこちらでブラザーバックをお願いします。教会への手がかりを探すネネとコウの前に現れた立ち入り禁止の赤い家について15巻の内容をおさらいしつつ、果たして一体あの家は何なのか、赤い家で起こる怪現象の理由とは、そして中にいた少年とは誰なのか考えていきましょう。それではレッツ花子くん考察。今回の考察の前に15巻の内容を軽くおさらいしておきます。断絶だよと言って姿を消した花子くんや怪異たち。テルとアカネとネネの3人でゲーセンやカラオケデートをした後、源家にてどうすれば葵を助けられるのか、花子くんに会えるのか作戦会議を行いました。テルによると断絶状態にある今でも七不思議それぞれのルーツや縁故深いもの、それらを通じて教会への道を開くことができるということでした。彼らに縁深いものや場所を片っ端から当たってみようということで、ネネとコウは3番の鏡地獄、つまり三つ葉のことを探ることに。そして学園にて聞き込みをすると、三つ葉のお墓の場所を知ります。お墓の前で偶然出会ったのは三つ葉のお母さんでした。のほほんとして優しそうなお母さん。仕事から帰るとカレーを作っている最中にじゃがいもを買いに行ったようで、そのまま帰ってこなかった。そう三つ葉が亡くなった日のことを語ります。宗介の部屋にいろんな写真があるから見ていってと部屋に入れてもらいます。そこはまるで時間が止まっているようでした。部屋の写真を見ていると真っ黒だった写真から赤い家が浮かび上がり、不思議な写真だと気づき、三つ葉の家を出ると写真についてテルに連絡します。テルによると、入ると死んでしまう呪いの家で、不用意には近づくなと注意されるも、ネネとコウの前にその赤い家が現れてしまいました。中から子供の声が聞こえてきて放っておけず、立ち入り禁止にもかかわらず中に入っていきます。すると中にいた少年は花子くんにそっくりな小さな男の子だったのです。というのが15巻までのお話になっています。赤い家。通称赤い家。源テルが言うには50年くらい前、赤い家にて凄惨な一家心中事件が起き、以来この家に住んだ人間には不幸が降りかかるようになった。心身に異常をきたして自殺、行方不明、事故。この家の取り壊しの話は出るも、工事関係者も次々に亡くなってしまう。どうしようもなくて今も放置されている。家には呪詛があり、入ったら死ぬということでした。ネネとコウは中に入ると、たくさんの怪現象に見舞われます。背後に首吊り自殺をした人が現れたり、勝手にテレビがついたり、テルに連絡しようとスマホをつけた時も画面が砂嵐になった後、ホラー映像が映ったり、不気味な雰囲気の壊れた人形が置かれていたりと、ただの古い家という感じではありません。小さな男の子を見つけ、外に連れ出そうとすると、玄関の扉から黒いものが溢れ出て、ネネを飲み込んでしまいます。するとコウは意識を失い、椅子に座っていました。男の子は、あの子は連れて行かれちゃったよ。あっち。と、向こう側が真っ黒な扉を指さします。俺はここから出たらいけないんだ。なのに連れ出そうとなんかするから怒られちゃったね。コウ君のことは怒ってないからそっちのドアで帰れるよ。と指さしたのは向こう側が明るく元の場所につながっている扉でした。ここで家の外に出るとまたこの家に戻れる保証がない。そう思ったコウは男の子と一緒にネネを探します。たくさんの部屋がある家、足元に水がないので教会でもない。しかし、不思議な現象が起こったり、謎の魚が見えたりする。
きっとここは教会につながっている。ネネを探すコウはさらに怪現象に遭います。腹が減るとハッピーセットのようなおもちゃ付きのハンバーガーが出てきたり、先輩をサクッと助けられる伝説の武器が欲しいと言えば目の前に登場したり、三つ葉や友達、テル、花子くんも、そして9歳の頃に亡くなってしまったコウのお母さんも出てきて、家はコウの願いを叶えようとしてきます。しかしコウくんの願いはネネを助けること。他の願いには目を背けます。この家はなんと捧げ物と引き換えにどんなお願いも叶えてくれる、そんな家だったのです。そしてここに来るのは叶えたいお願い事がある人だけということです。それはつまり教会に行きたいという願いを捧げ物と引き換えに叶えようとしているということではないでしょうか。男の子が言うには、この家にはいろんなところからいろんな人が来る。他にもいっぱい人が来た。男の人、女の人、家族みんなで来たこともある。と言います。そして今もまだここにいる。と言っています。これはおそらく願いを叶えようとした人間がこの家に来て願いを叶えてもらっても自分自身が捧げ物になってしまい、死願には戻れないことを意味しているようにも思えます。もし戻れたとしても、いずれ願いが叶ったら、捧げ物、生贄としてこの家に閉じ込められるということなのではないかと思っています。願いを叶えてもらった人たちが怪現象として現れていたのかもしれません。ネネを探し出した後、何かを煮えとして奪われてしまう可能性があるので、ネネを見つけれたとしてもまだまだ気が抜けない状態です。小さな男の子。この男の子はこの家の男の子で、触れれて体温もあり、脈もありました。教会が閉じている状態で存在しているため、人間であり、花子くんの子孫なのではないか、とネネは言います。しかし、花子くんは若くして亡くなってしまっているので、子孫はまずありえないですよね。ネネはおそらく恐怖でパニックになっていたんでしょう。男の子は、花子って誰？と聞き返します。コウはすぐにこの少年を司だと見抜きます。そう、この男の子は4歳の司くんなんです。最新話78の回にて、この男の子の過去が明らかになり、司くんであることがはっきりしました。この78の回についてもたくさん気になることがあったので、また考察していきたいと思います。花子くんと司くんの両親が登場し、二人に関する気になることが判明してきたので、次回の考察動画でご紹介していきます。お楽しみに。それでは今日はこの辺で、次回の花子くん考察でお会いしましょう。起立。礼。ご視聴ありがとうございました。バイビー。